ナポリの近く、ベズービオ、ピアノのデルベズービオというトマトなんですけれども、でレシピはカプレーゼの感じ美味しそう。ですね。はい。トマトの名前は何ですか？Pomodorino del piannolo del Vesuvio。今僕も日本人だからな。この辺は見かけないね。こちらポモダロコストルート。発音がまずできない。確かに輪切りにしてステーキっぽいね。ステーキっていう言い方でいいね、別に。ステーキっぽいこれ見るとね、美味しそうだな。MC の豆助です。よろしくお願いします。この番組はですね、世界の料理を知れば人生はもっと楽しいというコンセプトで、世界の料理好きの皆さんと食にまつわる情報で異文化交流しようという番組でございます。今回はですね、こちらのメンバーに来てもらっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい。しょうこちゃんなんか髪型変わった感じがするね。これイヤリングカラーって言って、この耳のところだけ色変えるっていうようなやつで、韓国で流行ってるんですって。流行りによってやってみました。ミシェルどうなの？今の話聞いて。多いですよ。うん。本当。はいはい。そんな時代なの？一人から知ってた？まあアメリカの人もでもね BTS とか流行ってるぐらいだから韓国とかに興味持ってる。今大人気は韓国のマスク、顔のマスク大人気ですよ。パック？なんか美容パックみたいな。はいはい。全然知らん。そうなの。もうだから知らないから話が今転がらないから。もう今韓国ですよ。韓国。そうか。そういえば番組でまだ韓国人登場したことないからな。ちょっと。はい、ぜひぜひ。ぜひ聞きたいよね。韓国事情もちょっと知りたいよね。わかりました。はい、ということでですね、今日はこの3人と一緒におしゃべりするだ。わー。今回のテーマはこちらです。教えてミシェル、イタリアンの素朴な疑問トマト編。ですね、日常的にイタリアンの料理を食べているんですが、実はですね、詳しいことは分からずに食べてるんじゃないかと。そこでですね、今日はイタリア出身のミシェルに今更ですけど素朴な疑問をぶつけたいと思います。第1弾の今回はトマト編です。トマトって一口に言ってもいっぱい種類があるんでね、どんな種類があってどんな料理に向いてるのかいろいろ教えてください。じゃあまずはですね、ちょっとローマの市場の様子をね、ちょっとお写真お借りしたので、そちらからちょっと見ていきたいと思います。市場？はい。はい、こちらローマですね。今の時期ですか？今もやってますね。この写真多分もっと前の、時代なんですけれども、魚ちょっと寄りで見たいとこだね、しょうこちゃんが。私今おでこしか映ってなかった。大好きですね。はい。果物の市場多いですね。果物と野菜の市場。はい。こちらインドの材料とアフリカの材料の市場です。イタリアに外国人が多くて、はい。何人が多いの？モロッコとエジプトと、パキスタンとトルコも多いかな。トルコは多いだろうね。トルコ、アフリカの国がやっぱり多いんですね。見慣れない食材がいっぱいあるね。何ですか？そうですね。サンドイッチ。サンドイッチとジュース、
お腹空いたら、なんか歩いたら見つかって、そちらから、まあちょっとそんな、安くないけど、時間なかったら、イタリアにコンビニがなくて、こんな感じのカートみたいわかる。があります。ローマに行った時にさ、なんか喉乾いた時とか、ほんとさ、どこにも自販機もないからさ、結構大変なんだよね。こういうのしかないんだよな、確かに。わかる。出ました。そしてトマトですね。はい。こんな風に売ってんの、トマト。そうですね。唐辛子みたいになってるよ。まあ、全部一緒じゃないんですけれども、あれ、トマト出てくるときに、葉っぱから出てくるときに、一緒に火もやらないといけないです。なんかそういうふうに強制的になんか紐つけてやんないと、ああいうふうにならないっていうことなの？そうですね。はい。やらないといけない感じですね。はい。でもこの種類だけです。あ、これなんかまた別個のね、ものだけど。こちらも、はい。さっき見た写真とこちらの違いは、こちら、車で売ってるから、いろんな場所に置いて、で、ハイウェイとかに人が見て、値段とか見て、止まって、で買う感じですね。泊まれる場所があるってことで、そこで売ってるってことなんだ。はい、そうです。ああ、すごいすごいすごい。いろんなトマトだけ。すごい。はい。これなんか一個一個の種類が違うように見えるんだけど。詳しく見たら、緑の部分、紙、一応ね、書いてる。そう、種類が書いてある。すごい。これ、種類分けされてるんだ。すごいな。じゃあ、ちょっとね、そんな感じですけど、ちょっと基本的なところからいきますか。小耳に挟んだ情報だと16種類ぐらいトマトの種類があるとは聞いたんだけど。わー、16? もう、何が何だかっていう感じなんだけど。ちゃんと、あれですよね、使い分けてるってことですよね。と思うんだよね。そうですね。はいはいはい。じゃあちょっといくつかね、教えてもらいましょうか。はい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 。こちら、名前はサンマルツァノ。場所。はい。場所の名前。場所の名前。はい。赤ピーマンみたいですよ。ね。そうですね。こちら、多分日本に見たこと日本であるかな。こちら2つの使い方あるんですけれども、ピザと、ピザのソースと、ミートソースに使ってます。ミートソースとか。じゃあ結構本当にメジャーな感じなのかな。いわゆる本当にミートソースだ。ホールトマトの缶に書いてあるのってこのトマトですか？なんかこんな感じもするよね。だってミートソースとか作るよね、だって。なんか長細かった気がする、中身。なんかこんなんだよね。缶詰に書いてるようなやつって。かなって思って勘違いかもしれないけど。証拠者そうかもしんない、これ。やっぱりそうですね。それです、それです。ホールトマトだ。やっぱサンマルツァーノって言うんだ。これめちゃくちゃ人に言いたいな。知ってたあれ。サンマルツァーノって言うんだよって。これなんだ。でもそしたら身近ですよね。なんか急に身近に感じてきた。ただ直で売ってんのはあんま見たことないけどね。面白い。めっちゃ勉強になる。はい。じゃあ続いてのトマトお願いします。ナポリの近く、ベズービオ、ピアノのデルベズービオというトマトなんですけれども、甘いと酸っぱいの味さなんですけれども、で、レシピはカプレーゼの感じ。美味しそうですね。はい。多分南だけに売ってる感じですね。このトマト、このトマト自体が南の方しかないの？
ナポリの近く。へえ。あとの名前は何ですか？ポモドリーノ・デル・ピアノロ・デル・ベズービオ。日本人だからさ、もう一度言ってくだデルピ言えない、デルピエーロ。なんかドライトマトにしたら味が凝縮されそうですね。トマトパスタですね。美味しそう。さい。美味しそう。はい。こちら、ペーストにしないように使ってますね。ななるほど、そういうことか。美味しそう。さっきのやつはむしろサンマルツァーノはぐちゃぐちゃにして形なくして食べた方がいいけど、こっちはむしろ残した方が、なるほど、そういうことが、トマトの見方が分かってきたら、そういうことか。トマトの見た目もしっかり味わうんだったらこっちの方がいい感じなのね。はい、そうですね。面白い。じゃあ次のトマト何ですか？次は、ダッテリーノという、なんか、ダッテリーノ。でも日本で売ってそうなとちょっと似てきたかも。多分売ってると思います、はいはいはい。なんかこれはなんか見た感がなんかね、近いよね。こちら甘いので、ブルスケッタという料理に使ってます。切って、オリーブオイルと塩。塗るやつだ。はい。とトーストの上に。トーストして。はい。美味しそう。はい。あれだ。ボウルにトマトだけ入れて、混ぜて、トースト食べたいときに、置く感じですね。はい。どうなんだろう、サルサ的なのにも向いてたりするのかな。でも甘いんですよね。はい。甘いんですね。でもサルサはちょっと違います、ね。ちょっと違うんだ。はい。簡単にトマトだけとバジルを使ってますね。わかりました。はい。さあ、続いて何でしょうか。もりもりですね。なんかひだひだがいっぱいあるんだけど。この辺は見かけないね。こちら、ポモダーロコストルート。発音がまずできない。難しい。こちら結構でかいですね。匂いいいし、こちら、ステーキみたいに、切って焼いてのレシピなんですけれども。食べ応えあるってことか、1個で。アメリカである。アメリカであるシロニさん。はい。名前ビーフステーキトマト。そういうのがある。ステーキトマト。ステーキの形みたいですよ。切った時の感じがステーキの形に似てるから。Google で調べました。このトマトは結構重い。1パウンドぐらい。ミシェルさんどうですか？これ同じやつですか？こちら、イタリアに名前ちょっと違うので、気づいてなかったんですけれども、コアレディブーエのは、牛のハート。でも、ビーフステーキになっちゃったんですね、アメリカに。なんでですか？悲しいよ。牛のハートはビーフステーキになりました。なんでですか？はい。変わっちゃったんだ。なるほど。じゃあ、整理すると、さっき紹介してくれたのと今、シドニーさんが言ったビーフステーキトマトってのはそもそも種類が違ってて、かつ、そのビーフハートがステーキに変わっちゃったんだ。なるほど。そうですね。でも調べましたよ。トマトはヨーロッパ発明じゃなくて、この辺ですよ。
そうなの？はい、調べましたよ。アメリカなの？メキシコのところ。へー。南米含まれてる。はい。トマトはメキシコ来ました。トマトは16世紀頃にメキシコからスペインとポルトガルとイタリアに来ましたよ。1600ぐらい。ルーツはそうですね。はい。メキシコなんだ。南米なんだ。でも、ヨーロッパ人あまり好きじゃないトマトよ、昔々。トマトの違うの名前、ポイズンアップル。そう言っていましたよ。しかし、ピザが発明からトマト大人気になってた。1880年ぐらい。その時に、皿の問題だったけど、みんなトマトと思いました。トマト、酸っぱいから、トマトと、皿、タッチしたら食べれないになります。みんなトマト、問題だったと思ってたんですけれども、実は、皿だったんです。メタルの。そういうこと。なんか化学反応起きてたの？金属で化学反応起こしちゃってなんか美味しくなくなっちゃってたんだ。美味しいではなくて、すぐ倒れる、すぐ死ぬ。これ食い物食えないなと思ってたけどっていうこと。皿の性能が良くなって、実はトマトって美味しいよねっていうこと。昔お皿問題あってた鉛のお皿だったんだ。それ鉛の皿で化学反応を起こしちゃって、食べれなかったんだ。そういうことか。だから料理としてあんま使う用途が少なかったのね、そもそもね。でも、ピッツァは大人気になってた。焼いたりして、かまどで焼いたりしてる分には全然食べれるようになっちゃったんだ。なるほど。面白いね。急に教養番組になってきたな。トマト、アメリカから来ましたよ。面白いな。すごいね、これ。種類は一緒なんですけれども、抗酸化剤なので、この色、バイタミンといろんな、いいやつが入ってます。栄養的にはいいのが。レシピ、赤の種類、そんな変わらないです。使い方が。パスタソースみたいな感じですか、これは。こちら、スープ。トマトスープ。トマトスープなんだ。ペスト。食べれるペスト。このまま食べるペスト。すごい、なんか。そのまま食べるペストなんだ。そしてこれがさっきのシドニーさんが言ってたステーキのやつじゃないですか、これが。はい、出てきましたよ。もうこれは違うぞって、これはハートだぞっていうやつ。なるほど。確かにステーキっぽいね。そういうことか。確かに輪切りにしてステーキっぽいね。ステーキっていう言い方でいいね、別に。ステーキっぽいこれ見るとね。そう表現したくなるのもわかるね、これ見ると。美味しそうだな。なんか全然違って。これが青い。緑と赤、いろんな色がありますが。大好き、緑、トマト、大好き。緑のまま食べちゃうの？そのまま、天ぷら、私、天ぷら食べる。天ぷらっぽい。フライグリーントマト大好きよ。すごく美味しい。すごく酸っぱいだから美味しい。こちら、生で食べてますね。チョコちゃん、なんか気になるものありました？トマトいろいろあるなと思ったんですけど、なんかいろんな色あったじゃないですか、緑とか紫とか。で、トマトって確かナスの仲間だったと思うんですけど、なんかナスとかあとピーマンも一緒なんですよ。で、なんか色がナスの色だったりピーマンの色だったりとか、ここでなんかちょっと仲間を感じるなと思ってちょっと面白かったです。
あ仲間なんだね。確かナス科だった気がするんですよ。はいはい。シロリンさん、他なんか気になるものはありますか？でも、トマトは、果物、野菜、どっち？果物ですね。果物なんだ。あ、果物なの？果物です。はい。果物って野菜の違いもあんまり知らないからな。果物っていうと野菜、なんだ、木になってるのは果物のイメージがあるんだけど、リンゴとか梨とかみかんとか。まあそういう意味で言うと、じゃあイチゴはなんだと言われたら、まあイチゴも果物なんだけど、確かに日本人はベジタブルなイメージでずっとあるけど、それもちょっと面白いね。ミシェル自体は何が好きとかあるの？一番なんか私的にはポピュラーなやつは。一番、使ってるやつ、ダッテリーの、トーストに乗せるやつです。はい。結構そちら、まあ、サラダ、食べることが多くて、イタリアにも、まあ、こちらにも。だから、生で食べれるやつが、一番使ってますね。はい、こちらです。はい。たまに買うんですけれども、売ってる場所がそんな多くないから、まあ、時間があれば行くんですけれども。はい。面白いね、やっぱり。なんか知らない世界で。ね、なんか第2弾、まだ、てか、これでトマト紹介したけど、多分まだ一部だと思うんで。これの数字自体では、第2弾、第3弾ちょっとやりたいな。またね、これ細かく、パスタとかね、細かくなんかありそうだね。何に合うかとかね。今日は非常に勉強になりました。ありがとうございます。聞いてくれてありがとうございます。はい。教えてミシェル先生、ありがとうございます。はい。